その時じゃあ見て一番印象的だった光景。一番印象なのはやっぱり自分がなんていうの、その世界一取れたライディング乗れた時のことですかね。まあでもそれも結構ストーリーはあって、はい。であれは2日目だったんですけど、で初日で、まあ、とにかく4日間あったのかな。4日間あって、ずっとでかすぎるぐらいでかくて、でまあこれやんのかやんないのかぐらいの感じだったんですけど、まあ、もちろんそのダフイっていうのはもう一番やばい時にやるぞってコンテストなんで、オンになるだろうなと思って、やっぱりオンになってみたいな。で初日も結構その決めたい波っぽい波に乗れたんですけど、結構空回りしちゃって、でちょっと次の日は落ち着かせないとダメだなと思って、もう暗闇のうちから家族置いて一人で海行って乗りたい波の前に座って、結構精神統一してたっていうか。でそのヒートになって、まあ、最初30分ヒートなんですけど、その乗れたヒートは20分間本当波が来なくて、でも本当不思議なぐらい来なくて、でまあその前のヒートで結構自分も波には乗ってたんで、後輩たちにこう順番的に乗ってもらいたいなって思ってこう奥行ってもらって、でもその時まあ後輩たちもまあ自分から見てた感じだと、あ、それ言っちゃうのかって感じでって言っちゃったんで、でもまあ自分の次は順番だなと思って、で乗りたい波の位置に自分のこのスポット、座るスポット持ってって、での残り6分ぐらいだったのかな。で6分ぐらいになって1本2本ってこう地平線の方に山みたいなのが見えて、これはでかいぞってなって、で1本目これじゃないと思ってスルーした次の波がその12ポイントだった、その一番だった波なんですけど、0.5 秒ぐらいはちょっとやべえっていうか怖えみたいな気持ちにはなったんですけど、もうそっからのスイッチが全部速くて、もう絶対これだってなった時に、もうそっから全速力でもう奥に奥に一番ディープのところに詰めてって、もう漕ぎ出しももう今まで以上にないぐらい漕いで、ほんとギリギリだったんですけど、でも立った瞬間飛んでっちゃって、板と波離れて浮いちゃった状態になったんで、でももう自分がこう練習してきたこととか、もうそれがあったから自信あったんで、でうまく着地できて、であとはもう横見たらとんでもないぐらいもう長いっていうか、決めれる距離じゃないぐらい感じるぐらい長い波だったんで、これは止めちゃいけないってなって、でそのままもう全速力で止めずにスピードに乗っていったら、スピッツってこう白いのが吹くんですけど、それ吹く前ってこう逆風みたいになって圧縮されるんですよ。でもそこにこうスクイーズされてるけど、でももう自分はそのトップスピード乗せればいけると思ったんで、止めずに突き進んでいって、そのスピードも勝ってて、その圧縮に。でそのまんま、そしたら気づいたらそのスピッツが一発目バーンって吹いて、だいたい一発吹いて後から出たらスピッツアフターアウトじゃないですけど、もうそれがもう言ったら醍醐味っていうか、もう超決めたみたいな感じなんですけど、一発目で何にも見えなくて、まだ全然白い世界で、もう行き先も見えないまま多分自分はここだっていう信じるしかないんですけど、で2発目吹いてまだ出なくて、マジかって思ったんですけど、でもこれはもう抜けるしかないじゃないですけど、もう自分信じてそこだろうと思ったら3発目でバーンって出て、でパイプラインにボルコムハウスってあるんですけど、でボルコムハウスのその家がボルコムのマークが見えて、観客たちもわーみたいになってるので、もう自分も
やべえみたいになっちゃってこんなんやっちゃったんですけど、すいません長くなっちゃってそんな感じです。いいめっちゃ面白いです。はい、その3発目の瞬間ってもうこれ自分が世界取ったって分かりました？いやいやまあとんでもないことしたなっていう気はしましたけど、でも上がってみてですね、こう周りがこうとかこう沖にいたやつらもこうハグしてくれたりとか、上がってからもこうずっとこう観客の人たちとこうハイタッチするみたいな感じで、やっぱやばいことだったんだと思って、で後輩たちも「いやケイト君やばいっすよ」みたいな「映像やばいっすよ」っつってこう見せてもらった時に「おおマジか」みたいな「俺乗ったのこんなでかかったんだ」みたいな感じだったです。もう本当エネルギーそのものに乗ってるみたいな風に見えてますし、結構その日本人ではありえないことが起こったなっていう感じだったんですけど、なんか世界的に有名なサーファーの方とかに言われたこととかとかってなんかあったりしますか？まああれはなんて言ったろう、まあ、今後ないかもしんないじゃないですけど、そのウェーブ・オブ・ライフタイムってよく英語で言うんですけど、まあ、人生のうちの一本だみたいな、お前はその人生の一本乗ったよみたいなことは言ってもらったりとか、あの波は日本からはるばる何万キロもだから何千キロか分かんないですけど日本から届いてノーショアまで来て、あれは竜なんだみたいな。で竜と一緒にダンスできるやつはそれメイクできるし、ダンスできなかったやつはメイクできないみたいな。でもお前はダンスできたからその竜と一緒に乗れたんだよみたいな、なんかそんなことは言ってもらったんです。